はい、こちらはジェームズビッチです。とっても小柄なオールドローズです。お気に入りです。お花を近づけますと、かすかにクラシカルなダマスクの香りがすると思います。全体像としてはこんな感じです。6号鉢です。花数たくさんでしだれて咲く姿がとても美しいですね。花首のこのケモケモもとってもチャーミングだと思います。そこまで硬くないです。はい、ジェームズビッチも満開です。しだれて咲いて可愛いですね。はい、こちらはロサオリエンティスのオデュッセイアです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。つぼみもたくさんつけてくれますし、我が家のようにコンパクトにもまとまってくれて、とても使い勝手のいいシュラブだと思います。お花を近づけますと、少しフルーティーさのあるダマスクの香りがすると思います。はい、こちらはスノーグースです。毎年春に枝枯れさせてしまって小さいままの子です。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。つぼみもたくさんでこんもりと咲く姿がとっても可愛らしいですね。お花を近づけますと、かすかにフルーティーな香りがするようです。純白が輝いているようで、とても美しいと思います。スノーグースも満開です。花かごのようで可愛いですね。はい、こちらは国枝先生の葵ちゃんです。今年も楽しみにしていました。お花を近づけましても、普段は香りがあまりよくわからない子なのですが、今回はかすかにティーの香りがするようです。今年は珍しく葵ちゃんにも灰色カビ病が出ています。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。もともとが切り花品種ということもあり、お花持ちもとてもいいですし、華やかですがどこか渋さもあるお色もとても美しいと思います。葵ちゃんも満開です。渋い花色が本当に素敵です。はい、こちらはアンドレトゥルカです。春にしか咲かないバラですし、とても心待ちにしていました。お花を近づけましても、香りはよくわからないバラです。
全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。花枝がとても長くて、風に揺られて咲く姿がとっても優雅だと思います。アンドレトゥルカ、咲き進んでいます。まだつぼみもたくさんありますので、しばらく楽しめそうですね。はい、こちらはプロスペリティです。この子も春にしか咲かないバラです。お花を近づけますと、本当にうっすらですが香りを感じるような気がします。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。白いお花が美しいですね。はい、こちらはマダム・イザック・ペレールオールドローズです。お花を近づけますと、ブルーベースのダマスクのとってもいい香りがしています。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子は昔コメリさんで300円で投げ売りされていたのをいただいてきたのですが、年々好きになっていくバラです。オールドローズは香りもそうですが、豊かな美しさがありますね。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがミステリーズで、お父さんがエモーションブルー、ローズシナクティフです。お花を近づけますと、ティーとダマスクのとってもいい香りがしています。この子は去年も月に1回ペースぐらいでたくさん咲いてくれた子です。このバラはラインと名付けました。去年初めてお花を咲かせてみた時から、花びらの真ん中に入る白い線が印象的だったのと、去年の夏の終わりに咲いたお花の多肉植物のロゼットのようなきちんとした可愛らしい巻きの印象から、直線という意味でのラインという読みに、螺旋階段の螺と余韻の韻という漢字を当てました。お花を近づけますと、とってもいい香りがします。ダマスクとティーのいい感じのブレンドで優しい香りです。で、この子3番花なんですけれども、前回2回とも花びらの真ん中のところに白いラインが入っていたんですね。で、偶然かなと思っていたけど、そういう性質の子みたいです。つぼみもあと4つ上がっています。全体像としてはこんな感じです。現在4号ポットで育てています。花つきも良くて香りも良くてスラッとした美人さんなのですが、もうすでに黒点病が出始めていますね。大病性に少し難ありのようです。
最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。